皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。朝から寄せ植えの仕立て直しをしていました。このロングバチも水やりをしてだいぶ多肉たちは復活していましたが、それでも空いたスペースがところどころあり、その空いたスペースにアロマティカスや火祭り、そしてマクドガリー×ラウレンシスを植え付けて、空いていたスペースを埋めていきました。つぼみだった見せ場屋はピンク色をした可愛らしい花が咲いていました。そしてリベンジにといただいてきた七福神です。ロゼットが一回り大きく成長しているようです。いつの間にか子宝草が一緒に育っていました。今日はこの茎立ちしてしまっているハートディライトを植え替えしていこうと思います。葉には大きなコブがあり、紅葉した姿はまた一段と綺麗さが増します。ポットから苗を抜いて根っこをチェックしてみます。鉢底石まで根は届いていましたが、思ったより根が張っていないのにはちょっと残念でしたね。今回はこの根を崩さず、そのまま新しい鉢に植え替えしていこうと思います。これだとちょっと高さがありますね。もう少し鉢に入れた土を減らしておきます。高さはちょうど良さそうですね。今回は植え替えだけで胴切りはしないので、少し深めに植えることにします。土をピンセットでつつき、隙間なく土を入れ込んでいきます。株がぐらつかないように、浮いている土は手でしっかり押さえ込んでおきます。土を入れ終えたら札を忘れずに。これでリングアースの植え替えは完了です。深めに植えて茎も少し埋まりました。夏の暑さで葉を落として丸坊主になってしまった黒胞子にも新芽がたくさん出てきています。ご近所のお母さんにいただいた黒胞子にも新芽がたくさん出ていますね。元気な黒胞子を2本ほどカットして一鉢保険株として増やしておきました。そして胴切りした親株のハロウィンですが、カットした切り口がスカスカになっていました。これはちょっと心配ですね。あえおの中でも一番元気なのがこのアデ姿でした。谷友さんにいただいたアドニスも
気温が下がり、元気に休眠からお目覚めです。今日はもう一つ、このグラプトベリアのフランチェスカを植え替えして、ついでに小株も外して増やす作業もしておきたいと思います。鉢から抜いてみるとガッチガチに根鉢になっていて、なかなか土が崩れてくれませんでした。寒くなるこれからの季節はあまり根をひしりたくないので、このフランチェスカも底の土と肩の土を少し落とす程度にして、このまま植え替えていきます。ある程度土がほぐれたら小株を外していきます。手で外れるかと思いましたが、意外と硬かったため、諦めてハサミを使って根元からカットしました。すでにこの小株には根がたくさん出ていて、お一人様にしても安心ですね。もう一株外そうと思ったら、株元に葉が落ちていて、拾い上げてみると芽と根がしっかり出ていました。ちょっと得した気分ですね。このフランチェスカには3つ小株がついていますが、カットするのはこの2つだけ。もう一つはまだ小さいため、このまま親株につけて、もう少し成長してから外したいと思います。ここでもう一枚葉が落ちていて、こちらも根が出ていました。一度鉢にセットして高さを調整していきます。まだ少し高いかな。根を傷めないように少しずつ土を落としていきます。高さもちょうどいい感じになりました。鉢の周りに土を入れていきます。もともと植わっていた土は保水力がある土だったため、新しく入れる土は少し鹿沼土を多めにしてみました。ピンセットで土をつついて、新しい土となじませていきます。鉢を回して反対側の土もしっかりと押さえ込んでおきます。これでフランチェスカの親株の植え替えは完了です。外した小株ちゃんを植え付ける土にはリエール産の土を使いました。このふっかふかの土は根張りも良さそうなので、大きく成長してくれるのを期待できそうです。
かふかの土は押さえても押さえてもどこまででも土が入っていく感じで、株が動かなくなるまでしっかり土を押さえておきました。はざしっこちゃんもこの鉢の横に刺しておきました。2つ目の小かぶちゃんも同様に植え付けしていきます。根を傷めないように、ここは作業を慎重に。はい、これで小かぶちゃんの植え付けも完了です。はい、ということで今日の動画はこのハートディライトの植え替えとフランチェスカの植え替えと小株を外していきました。小株を外して増やす作業をしていきました。いかがでしたでしょうか？この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。